おはようございます。画家のギソです。恐竜2です。うち見て、うち見て。今日はですね、皆さんなんかこう、すごく興味を持っているみたいなんで、筆の紹介をしようかなと思います。こんな筆をプロは使っているということで、水彩と油彩の方で使っている筆を皆さんにね、内緒ですよ。お教えしようと思います。で、水彩の方はちょっと書き方みたいなものも、ちょっと後半の方でお見せしますので、こんな風に使っていきますよというところを、ちょっとお見せしようかなと思ってます。で、まず水彩なんですけども、私はですね、これ油彩筆と水彩筆ってどう違うのって実際にこう、筆会社の人に聞いてみたことあるんですけど、絵の長さだけみたいですよ。なんか絵の長さの長いものが油絵とかこうやってこう描いたりするじゃないですか。油絵で、短いものが水彩とかっていう風に言うみたいですけども、あんまりだから別にそんなにこう使い分ける必要もないんちゃうかなという風に思います。で、よく僕なんか使ってるのはこういうこう平筆のね、こういうナイロンですね。ナイロンの毛の筆。よくこうなんか小学校とかでこうね、これだったら番号法っていう会社の筆ですけども、こういう平筆でズバーッと塗ったり、で、これ100円ショップの確かダイソーさんに売ってたと思うんですけど、こういうのとかでもホームセンターとかで売ってるような筆とかでもいいと思います。こういう筆とかでドバーッと塗ってみたりとか、あとは、こういう、含みのいい筆ですね。含みのいい筆。これだったらこれ、名村さんですね。名村さんのこれすごくいいです。別にこう、筆の宣伝でも何でもないです。日頃自分が使ってる筆を紹介してるだけですよ。名村さんのこれ、結構細いところまで書けるので、結構最近よく使ったりとか、あとピカビアさんかな、ピカビアさん何の系かな、ようわかりませんけど、こういうのとかを使ったりしてます。あとはよくこう、紹介してて別にね、企業からお金もらってるわけでもない、これらが細かいところなんかも書けたりするので、これもナイロンですけども。で、最後はやっぱりこう、細い筆とかもこれ800いくらで、10本セットぐらいのやつで、細かい筆、こういう瞑想筆みたいなのもありますし、あとはこういうこう細かい。で、こういった感じの大体筆で、書いてます。で、透明水彩なんかはこのぐらいあれば十分かなというふうに思います。ただ、油彩筆って意外とやっぱ数いるんですね。じゃあ、何本先生持ってるのっていう話なんですけども、正直、よく分かってません。この辺にもありますよね。この辺にもあるけども、実際問題はもっとあるんですよね。もうわけわかってません。この中にこのように、ドバーッとあります。で、別にこれは、例えばこれなんかハケなんかも、ハケだけでも何本あるのって感じですよね。ハケで、汚い、すいません。とかっていう感じですけども、ハケだけでも、すごいいっぱいあります。例えば地塗りするときとかも使えますし、全面にこう、インプリマットラという作業をするときとかも使えます。だからこういうふうに、いろんな筆ありますけど、主だった筆としては、私は一番多いのはやっぱナイロンなんですよ。で、よくこう、絵の具セットとか、基本の絵の具セットみたいなの買うと、ナイロンじゃなくて豚毛の筆とか入ってるんですけど、意外と今の皆様の流行りというか、あんまりゴテゴテ乗せるというタイプじゃない人に関しては、こういったナイロンの筆がおすすめかなというふうに思いますよ。これだと名村さんともう一個のこっちの青い、ターコイズブルーみたいなやつはですね、これなんていうかしら、バニロンソフト、フィルバートっていう書いてあります。これなんか結構使えます。で、あとはやっぱりこう、ホルベインさんですかね。ホルベインさんのこういうのとか、ナイロンの、で平筆の少し丸まってるやつ、カチッとしてないやつとかですね。あとは、これ叩き筆僕よく使ってますよね、これね。叩き筆、タッ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 と絵の具を塗った後にこれでやると、なんか、ハケムラがないとか、筆ムラがないっていうのはこういうところ、こういうのを使って描いたりとかしてますし、あとはこう、自分でナイロンの筆みたいなのを自分でこう、ね、山切りカットのしとると。で、それで髪の毛とかシューッと描いとるとかっていうのとかですね、これはナイロンの筆ですけども、こういうのを使ってみるとか、あとはやっぱ瞑想筆ですね。瞑想筆とかになってくると、瞑想筆のマングースとかの筆とかもすごくいいんですけど、やっぱ高いから、こういう風なナイロンの筆とかでもいいかなと思います。これだと名村さんかなとかですね、もういろんな種類僕使います。で、試してみたり、あとはこういう風に扇形ですね、扇形の筆、こういう扇形の筆とかを使って、わーっとぼかしたり、筆跡をなくしたりとかします。豚毛の筆ってやっぱあんま使わないんですけど、例えば豚毛の筆のこういう風に毛先とかバッと広げてあげて、絵の具をガッ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 とつけてたりすると、絵の具のマチェルとかつきますよね。
こういう感じでこう豚毛をグッと広げてあげて、グッと広げてガガガガとかってやったりします。まあ水彩とかでもそういった形でもできますし、いろんな風に使えます。まあだからあんまりこう水彩筆とか油彩筆とか僕はあんま基本的には分けてないですけど、やっぱりなんとなく分かれてきてるのは実情かなと思います。だからアクリル絵の具をやるときに関してはやっぱり要注意です。とにかく固まってしまいますので、ちょっとそこのとこだけ乾かないようにしていってみてくださいね。ちょっとじゃあ実践編として、透明水彩を描いていくというところをお見せしようと思います。それでは、実際に水彩画いろんな筆を使ってですね、皆さんにちょっとこういう感じで描いていこうというのをお見せしていこうかなというふうに思います。先ほど紹介した筆ですね。まずじゃあ紙はですね、ちょっとこう試供品でこれもらったやつなんですけど、ファブリアーノの水彩カットサンプルということなので、ちょっとね、こういう時にちょっと使ってみて、皆様に、こういう風に、筆を使うんですよというところをお見せしようかなと思います。結構いろんな、ね、裏がこんな風になってますね。これは何ですか？ウォーターカラーのコットン 300g の中目純正中性ブロックというね、ファブリアーノの紙でございます。まずハケなんですけど、ハケっていうのはやっぱりこう大きな面を塗るとき使います。大きな面をね。大きな面を塗るときに。で、あとはパレットなんかもよくこう写真撮らせてくださいって言われるんですけども、結構僕大量に出してますよね。ドバーっとね。ドバーっとこう出してます。ドバーっと絵の具を出していってますけども。で、使い出す前に、今ちょっとやってしまったんですけど、こういう100円ショップとかで売っているような霧吹きとかで、シュ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 とやって、少し柔らかくしてあげると、柔らかくしてあげたりすると、で、またある程度使えますので、だいぶ足らなくなったらまた補充はするんですけども、ね、こういうのをザバッと塗れるということですよね。で、例えば大きな面を例えば綺麗な水かなんかで塗っておいて、綺麗な面を塗っておいて、で、例えばそこにちょんとか垂らしてみたりとか、ちょんとか垂らしてみたりとか、例えば黄色なんかちょんとか垂らしてみたりとか、大きい面塗るときにやっぱすごい便利です。で、こういう風にこう塗るっていうだけじゃなくて、やっぱりこういう風に細い線とかもある程度引けるんですよね。だからこうハケとか、こういう平筆とかっていうのはやっぱりこう用意しておくとすごく便利です。ね。細い線とかピューっと引いたりとかして、で、そこに絵の具をね、ちょんとか垂らしてあげたりとか、できますので、こういうのすごい便利だったりします。大きな面とかを塗るときですね。あとはこういう筆のいいところっていうのは、やっぱり、水の含みがいいんですね。水がすごいたっぷり入るから、ここの含みがいいから、大きい面とかもベーっとある程度塗れますし、で、これだと細い線も引けたりするので、非常にこういうのは使い勝手がいいです。ペッて塗ったりとか、ペッて塗ったりとか、ね。ちょっとこの水だけのところをにじましてみましょうとかすると、こういう感じで、いろんな色をこの段階でこう塗ったりとかして滲んでいくなとかっていうことができるわけですよね。こんな感じでこう使ったりします。このね、一箇所だけでもすごくこう綺麗だったりしますよね。で、こういう感じでとか、もうちょっとこう、細い線を引きたいな思ったら、もう少しちっちゃい、こういう筆とかを使ってシューッとやったりとか、ね。塗ったりすると。こんな感じでこういろんな色を差し込んだりもできますよっていうことをちょっと覚えておくといいんじゃないかなと思います。で、最終的にはこういう瞑想筆みたいなのを使って細かい描写とかをね、ちょん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 とか、パッ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 パとか、なんか書いていくと、より細かい描写ができていきます。少しこういういろんな筆とかを使いながらですね。で、例えば、今は水を多めにしているんですけども、水を少なめにして書いてあげたりするときは、少しかすらすような表情とかも使えますよね。かすらすような表情とか、紙の凹凸を使いながらとかっていうのもできます。こんな感じで少しちょっとね、水彩の面白いところをお見せしようと思います。次はじゃあこの、アルティスティコ、エキストラホワイトっていう、ちょっとこれでもう少し遊んでみましょうか。
すみません、少しですね、ちょっと宣伝をさせてください。私の友達で、私のもう絶対にかなわない素晴らしい才能の持ち主、塩谷亮くん、同い年なんですけども、塩谷亮くんがこういった、塩谷亮の写実絵画教本という本を11月20日に発売いたしました。素晴らしい本でした。送っていただいたんで、今回紹介させていただきます。で、ちらっとこう読ませていただいたんですけど、本当に思いのこもった自分の作品からですね、作品から技法のことまで、非常にこうこと細かく油絵をやられる方、ぜひですね、お買い求めいただければと思います。3300円でございます。非常に素晴らしいデッサンのこととかも全て書いてあります。美術史のこととかも書いてあります。私は動画の中でいくつか本の紹介をさせていただいたんですね。東京芸大が出している本とか、武蔵野美術大学さんが出している本とか、で、それにもこちらの本、ぜひぜひAmazon の方の、URL を貼っ付けておきますので、よかったら買い求めいただければと思います。またじゃあ本編にどうぞ。よいしょ。よいしょ。さあ、皆さん何を書いているでしょうか。じゃあまずね、例えば、綺麗な筆で、水をたっぷりつけて、ぶっ、何を書いているかわからない。ね、何書いたかわかりませんよね、皆さんね。私もよくわかってません。ね。よいしょ。しっかりたっぷり水をつけました。さあ、何を書いているんでしょうか。わかりません。じゃあちょっと赤をね、なんか差し込んでみましょう。ピッ。おお。ピッ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 。お、まだわかりませんね。何ですかね。何ですかね。ピッ。黄色を差し込んでみましょう。ピッ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 。ね、何書いてるかわかりませんね。じゃあ次は青を差し込んでみましょうか。緑も差し込んでみましょうか。ね、もうわかりますね。どうですかね。まあ、水と今のこの大きめの筆1本でだいたいこれぐらいかけてくると。で、例えば大きな面を塗りたいなと思ったら、ぴょん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 ね、こんな感じでもうわけわからなくなってきましたが、こんな風に、水彩というのは遊んであげてみてください。徐々に愛が崩れてきたということで、ね、皆様のご家庭もお気をつけくださいね。こんな感じで、少しずつこう愛が壊れてくるということもございます。という感じでこう大きなハケを使ってみたり、もっとね、細かい筆とかで、もっともっとこう、ちょん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 と書いてあげたりするだけでもすごくこう綺麗ですよね。だからこういったこう透明水彩のらしさみたいなのとかもぜひ使われてみても面白いかなと思いますし、ちょっと筆先が完全に乾いたものとかを生かしてね、何も書いてないとこはこうやってかすらせて書いてみるとかね、かすれた愛、乾いた愛ね、何かよくわからなくなってきました。こんな感じで書いてもなかなか面白いんじゃないかなというふうに思います。やっぱり、筆の特徴みたいなのもやっぱり多少活かしつつ、絵を描いていかれたらもっともっと楽しくなると思いますので、ぜひ皆さん頑張ってやってみてくださいね。では。バイバイ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 。